アクタスのバイヤーしている曽我と申します。よろしくお願いします。今日は少し鉢、プランターにフォーカスして、ちょっとインテリアとの合わせ方っていうか、こういう風な時にこういったプランター相性いいよね、みたいなのをちょっとご紹介したいなと思います。アクタスの扱っている鉢は、基本的にインテリアにどういったテイストのご自宅でも合わせやすいものをちょっとある程度絞って、で、バリエーションを出して展開してますので、少しちょっとご紹介したいなと思ってます。今回は8鉢紹介したいなと思ってます。ではよろしくお願いします。お願いします。最初にご紹介させていただくのがマンゴーウッドの素材の鉢になります。こちらなんですけども、サイズが3型ご用意しております。で、今回はちょっと一番ちっちゃいサイズのものになるんですけれども、何よりもやっぱり天然木なので、こういった感じで結構木目によって表情が全然違うのと、この上から見た時の形状も結構様々っていうところで、なのでプランターを選ぶ時にちょっと自分の好みの形っていうのを選ぶ楽しさがあるかなと思います。木製の家具とかと一緒に置いてよりナチュラルな雰囲気にコーディネートができるっていうのも一つ魅力になるし、ちょっとこちらの鉢がちょっとワントーン明るくなってちょっと可愛らしい雰囲気もあるので、子供のお部屋に置くもいいし、カジュアルの方にも触れるようなプランターにはなっております。中にはこういった感じで綺麗に削り出しがされております。穴はもちろん開いてはいないんですけれども、ただ簡易防水はしてはいるんですが、ただやっぱり天然木なので水が溜まってしまうとちょっと劣化につながるので、お水あげとか普段の手入れするときはお水を切ってから戻すっていうのはちょっと徹底していただいた方がいいかなとは思います。続いてご紹介させていただくのがこちらの鉢になります。こちらなんですけども、まずポイントがまず2つあります。まず素材感っていうところで、ちょっと石のような見た目なんですけども、ちょっとゴツゴツして、でもただ石ではないんですが、こういった表情があって、ちょっとモダンな雰囲気に、かっこいいテイストにはなります。でこちらの鉢が、この縦長の鉢のタイプなんですけども、2色展開があって、今回はグレーご紹介させてもらってるんですけれども、真っ白のタイプもご用意がございます。ただやっぱりグレーでも真っ白でもちょっとこういった素材感の表情があることによってちょっとお家に置いた時にアクセントにはなるかなと思います。で、今回あえて縦長をご紹介させていただいているのが、縦長だとちょっとちっちゃい植物でも高さ出しが自然とできてシルエットがとても綺麗になります。かつ割とこういったコンパクトな作りになるので、ちょっと部屋にもちょっとあんまり植物の置くスペースが限られている、もしくは部屋の角に置きたいよっていう時とかにはこういった縦長のシルエットの鉢を使うことによってスタイリッシュかつ動線に邪魔にならなく植物も楽しめるっていうところには魅力の一つかなと思います。あと縦長の鉢なので結構こういった樹形が螺旋状のものとかで、ちょっと形が特徴的なあえてこういった縦長のシルエットの鉢に入れることによって目線がちょっとより高い位置にできるので、このベンガレンスのこの樹形の良さが生きるようなスタイリングができるので、植物も活かしつつでこの鉢でお部屋の雰囲気も引き立てるっていうところができるかなと思います。プロダクトデザイナーの柴田文江さんにちょっとお願いしてデザインを起こしたものになります。テーマとしては植物とインテリアをつなぐデザインっていうところがテーマになるので、何よりも最大の特徴なのがこういった感じで蓋が取り外しができるようになっております。植物をセットした時に中の土が見えるのが嫌だなっていう時とかは結構ヤシファイバーみたいなもので隠すのが多いんですけれども、これはこの蓋をすることによって自然とそういったのを隠すことができるっていうところで、実際にこのリアルな月板を貼り付けているものになるんですけれども、なのでインテリアに置きたい時にこういった素材感っていうところがよりアクセントにもなるかなとは思っております。ベースの色がグレーと今この黒の2色展開しております。なのでお部屋の雰囲気に合わせてもうちょっと明るい雰囲気がいいなと思ったらグレーを選んだらいいと思いますし、もうちょっとシックにモダンに飾りたいんだったら黒でコーディネートするのもいいかなと思います。植物だけでも雰囲気変えられるんですけども、あえて今回ベンガレンスっていうのを合わせてるんですけども、鉢を変えるだけで雰囲気がガラッと変わるっていうのが鉢選びの大切さにもつながってくるかなと思います。アクタスではよく鉢カバーっていうような呼び方してるんですけれども、植え込まずに実際にただ入れてるだけ
ただ部屋に合わせてその組み替えが自由ですよねっていうところの切り口を優先してあえてはめるだけの鉢カバーっていうものを多く扱っております。続いてご紹介する鉢がこちらになります。白いプランターでスタンドがついているものになります。結構スタンド付きの鉢っていうのはすごく人気になるんですけども、こちらは鉢とスタンドがセットのモデルになります。で、こちらは一型のみ白のタイプのみになってはいるんですけれども、縦長のシルエットで縦に伸びる子をセットするのもいいんですが、例えばハンギングで出回っている植物とかをあえてスタンドに立てている鉢にセットすることによって、こういった感じで垂らしてあげる。ちっちゃい苗のつる性の植物を育てて、何年かするとやっぱ大きくなってくると思うので、そうすると今まで置いてたところだとボリュームがでかすぎてバランス悪いなっていう時とかに、あえてこういったものに入れ直してあげてセットすると、こういった感じで目線の変化が下に動きが出るので、よりインテリアに奥行き感とか立体感っていうのが植物を使うことでコーディネートに与えられるかなと思います。先ほどこのスタンドの鉢がセラミックのものをご紹介したので、同じくこちらもセラミックのものになります。何よりもこの形とフォルムが本当にスタイリッシュなデザインになっております。なのでこれをセットするだけで結構お部屋の雰囲気がよりシャープな印象になるのと、インテリアに飾った時にも割と合わせやすくてくどくないデザイン、空間に馴染むようなデザインになっております。続いてこちらのプランターになります。もうパッと見ただけでもちょっとデザインがしっかりとしているものになります。で、こちらなんですけども、ハンガリーで作られているプランターで、こういったひび割れ模様っていうのがすごくデザインのポイントになっております。こちらも模様が一点一点異なるので、鉢を模様で選ぶ楽しさはあるかなと思います。で、こちら全て海外でハンドメイドで作っているものになるので、若干こういった形状がムラは出てくるんですけれども、大体の植物の規格自体が大きくずれることはないので、セットすれば楽しめるかなとは思います。アクタスで扱っているヨーロッパのデザイン系の家具とかの相性はすごく抜群なので、飾るだけで本当一鉢だけでもしっかりとデザイン性とスタイリングがコーディネートに入れられるっていうプランターにはなります。で、こちらのプランターなんですけども、大きさも3サイズアクタスではご用意してますので、これが一番ちっちゃいサイズなんですけども、もう2サイズ上がありますので、もっと大きい植物にセットすることももちろんできます。アクタスが扱っているプランターは失敗をしないっていうところをすごく大事にしているので、お店で見た時に可愛いなと思った時にお家に持って帰った時にあれちょっとなんか違うなっていうことが起こらないように、なるべくどんなテイストのお家にもマッチするようなものをちょっと厳選して選んでおります。置き型のプランターをいろいろご紹介したんですけども、次はツリタイプ、ハンギングタイプのプランターのご紹介になります。こちらが形状が2型ご用意があって、色もアクタスで扱っているのが白と黒2色展開の2型になります。ここが分離するようなデザインになっているので、こういった感じで簡単に取り外しができます。なのでお水揚げする時にこのままパッて取ってそのままジャーッと揚げることができるので、すごく管理面でもお手軽かなと思います。そしてこちらが素材がスチールなのでとても軽いです。なのでちょっと耐荷重とか気にされてる方とかも、こういったフラワーハンギングベースのツリータイプであればコーディネートも楽しめるかなと思います。最後ご紹介させていただくのがこちらの鉢になります。最後、大鉢です。そうですね。大きい鉢になります。これもスチール製のものになります。こちらに関しては何よりも特徴なのがキャスターついてます。で、パッと見たところサイズ的に見えないような感じでこういうふうにデザインされているので、インテリアを損なうことなく移動が簡単にできると。お掃除する時とかにどうしても鉢をどかさなきゃいけないんですが、そういった時もこういった感じで移動できて、そのまま掃除機とかかけられて掃除もお手軽になるかなと思います。で、こちらの鉢がキャスター付きが2型2サイズあって、シャープなデザインっていうところはスチールでしかなかなか作り出せないところにもなるので、素材の良さも活かしつつよりスタイリッシュなデザインでコーディネートを楽しむことができます。ちょっと鉢何を置いたらいいんだろうって迷う時とかは、シンプルにこういったものを合わせてあげると割と部屋に違和感なく取り入れていただくことができるかなとは思います。
以上がアクタスが取り扱っているプランターのおすすめのご紹介になります。同じ植物を持っている方も鉢を変えるだけで本当に印象変わるので、その組み合わせはすごく数がたくさんあるので、そこちょっと迷うところでもどうしてもあると思うんですよね。何の鉢が合うんだろうっていうのがわからないと思う方も多くいらっしゃると思うので、そういった方はお越しいただけたら的確なアドバイスっていうのをさせていただきますし、お部屋の模様替えと一緒に鉢も模様替えしてあげる。季節によってちょっと明るめの鉢にしようかなとか、ちょっと冬だからちょっとダークトーンのものがいいかなみたいなところとか、なんか切り花とかだったら結構季節感出したりとかそういった楽しみができると思うんですけれども、どうしても観葉植物って良くも悪くも常に同じ葉っぱの色で、成長はするけどもなんか色が変わってくるとかっていう品種はかなり少ないので、どうしても季節感を取り入れるっていうのが難しいかなと思うんですが、ただ鉢を変えるだけでそういった季節感も取り入れることができますし、なんかお部屋の雰囲気によって変えることもできるので、植物を選び終わった後に鉢も選ぶ楽しさもあるし、季節によってなんか鉢を見つけるのも楽しいかなとは思います。以上、アキタスがおすすめするプランターになります。アキタスのバイヤー曽我でした。ありがとうございました。